こんにちは。今日は横幅30センチぐらいの使いやすくて便利な大きさのバッグを作っていきます。大きな透かし模様にしてトートバッグとネットバッグの中間ぐらいのイメージのバッグにしていきます。模様編みは長編みと鎖で四角を作っていきます。その上に長編み4つの覆い型を作ります。シンプルなのであまり難しくはありません。よかったら作ってみてください。今回使用する糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。色はターコイズグリーン。40g で約40メートル。使用かぎ針の目安は8号。これを今回は8号で編んでいきます。でこの糸は太めでだいたい 2.5 ミリぐらいに見えるかと思います。この糸で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず鎖を編んで、その周りを細編みで何周かして楕円形の底を作っていきます。その最初の鎖の数について説明します。今回の模様編みは細編み5つで1つの模様になっていきます。なのでこの底が出来上がった時に5の倍数になっているとちょうど模様が揃っていきます。私は今回鎖を32、鎖32編んで5周編んでだいたい30センチの横幅になります。同じ糸で編む場合には鎖32、違う糸で編む場合はだいたいこんな感じで作っていくといいかと思います。いくつか計算してみました。最初の鎖39で6周編むとこれも5の倍数。鎖44で6周、これも5の倍数になります。これに限らず好みの長さにしてください。鎖を編んでいきます。私はここでは短くして見やすいように編んでいきます。で、鎖を少しゆったりと編んでいきます。この鎖の両側に細編みを編んでいくので、ちょっとゆったりと編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んだら1周目を編んでいきます。1周目はこの両端に細編みを3つ、こっちも3つ、ここからスタートするんですが、3つ細編みを入れるうちの2つからスタートします。まずここに細編みを2つ、ぐるっと編んで最後にもう1つで細編みをするので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は表ではなくて裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。ここに入れるよりもこの方が底がきれいに出来上がるので、この裏に入れていきます。針から1、2、2つ目に細編み、これは1つ目なので分かりやすいようにマーカーをつけておきます。で、もう一つ同じところ、これで1つの鎖に細編みが2つ、次から1つに1つずつ、また裏に針を入れていきます。次も細編み、このまま端まで一つに一つの細編みをしていきます。
反対側の端まで来ました。この両端に細編みを3つ編んでいくので、最後の鎖に細編みを3つ、ここでもこの裏山、まず1つ目、次は2つ目、同じところで、この時この短い糸端を向こうに寄せておきます。長い糸の下を通って向こう側で、これで2つ目の細編み、次は3つ目、3つ目も同じところで、3つ目はこの短い糸端を長い糸の下を通って手前に寄せておきます。で、編みくるみながら、これで端の鎖に細編みは3つ、次からは1つずつ、まずこの3つ入った隣、この糸端は編みくるんでいきます。で、この端でこの糸端をあっちにやったりこっちにやったりすると、ここが盛り上がらないので、あとこの目が目立たなくなるのでおすすめです。これで端まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。この1つ目の細編みの入っているところ、ここに最初に2つ細編みをしてぐるっと回って、最後にもう1つ、それで細編み3つにしたいので、1つ目の細編みの入っているところ、ここに細編みをもう1つ、これで細編みが3つできたら、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いて、これで1周目ができました。で、この今引き抜いた糸、後でちょっと分かりにくくなるのでマーカーをつけておきます。今引き抜いた糸、ここは細編みではなくて、ここが最後の細編み、ここが見分けがつきにくくなるのでマーカーをつけて、これが引き抜いた糸ということにしておきます。次は2周目を編んでいきます。2周目から細編み3つ、ここはこれから細編み3つずつ増やしていきます。1周編むごとに3つ増やしていきます。そうすると広がって丸い形に近づいていきます。こっちもこの細編み3つ、この範囲で細編み3つずつ増やしていきます。1周で細編みが6個増えることになります。で、丸い形になっていきます。で、増える部分と増えない部分を区別したいので、この3つ以外、ここは増えるところ、3つ終わった1つに1つの細編みのところ、ここにマーカーをつけて、ここからは1つに1つで、ここは3つの手前、この範囲ではずっと何周編んでも1つに1つの細編み、ぐるぐる編んでも1つに1つ、こっちも同じようにマーカーをつけておきます。この3つの次、
ちも3つの次、細編みが1つ2つで、ここに1つ、これは引き抜いたところ、これは数えないので123、こんな感じで編んでいきます。で2周目、この細編みが3つある範囲に3つ増やしたいので、それぞれに細編みを2つ、121212、まずこの真ん中の細編みに2つ細編みをするので、鎖を1つで、ここに細編みを2つ、この鎖の足元1つ目に編んだ細編みの上、これが1つ目、同じところに2つ目、また1つ目にマーカーをつけておきます。で次も2つ、同じところで、これで緩いカーブができました。次からはまっすぐ楕円形にしたいので、まっすぐとカーブ、まっすぐと編んでいきます。このマーカーのところは一つに一つ、面倒なんですが、このマーカーは付け替えておきます。でまっすぐの細編みを編んでいきます。マーカーのついているところまで来ました。ここも一つに一つの細編みのところ、で次からは細編み3つ増やします。細編みが3つあるので、それぞれに2つずつ細編みをしていきます。まず1つ目、1、2、次も2つ、次も2つ、これで細編みが3つ増えました。次からは1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。次のマーカーのところまで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。マーカーのところは一つに一つの細編み、まっすぐの部分になっています。でマーカーの次はここに細編みを2つ、これは端の鎖に細編み3つしたところ、ここに細編みを2つ、1、2で、これは細編みではなくて引き抜いた糸、で最初の細編みに引き抜きます。でまた今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。これで細編みが6個、1、2、3、4、5、6、細編みが3つ増えました。こんな感じで楕円形を作っていきます。
次もこの範囲で細編みを3つ増やします。こっちもこのマーカーの次のこの範囲、ここで細編みを3つで、このマーカーのついたところはまっすぐ一つに一つの細編み、これでぐるぐると必要な数だけ編んでいきます。何周編んでも同じです。まず鎖を1つ、3周目を編んでいきます。鎖の根元に細編みで、ここからは今足元の細編みは6個、ここに細編みを3つ増やしていきます。でその3つはなだらかにしたいところに増やしていきます。ルールを決めなくて、ただ3つ増やしていくことをしていきたいと思っています。まずここが1つ、次を2つにしていきます。ここに細編みを2つ編んで、でここがちょっと膨らんでカーブになるようにしていきたいと思っています。今1つ増えました。でまた途中でもう1つ増やします。ここぐらいをここに1つ増やしたいと思います。この範囲に2つ増えました。全部で3つ増やしたいんですが、この範囲で1つ増やして、この範囲で2つ増やしていきます。次からは1つずつまっすぐになるように編んでいきます。でまたマーカーのところまで編んでいきます。次のマーカーのところまで来ました。マーカーのところは1つに1つ、次から数を増やしていきます。この範囲で細編みを3つ増やします。厳密なルールはなくて、だいたい3つ増やしていきます。カーブを作りたい位置に細編みの数を増やします。ここを増やしていこうかなと思います。増やしたいところに細編みを2つ、これで1つ増えました。次は1つにして、次またここで2つにしていきます。次1つで、次も1つにして、次に2つにしてみようかと思います。この数はずれてても大丈夫です。最終的にカーブになればどんな感じでも大丈夫です。で次からまたマーカーのところなのでまっすぐ編んでいきます。1つに1つずつ。4つ目のマーカーのところまで来ました。またマーカーのところには細編みを1つ。次からカーブ。足元を見ると細編みが2つ。このどちらかを細編み2つにします。で今回私はここに細編み2つ。同じところ。でここは1つに1つ。ここは細編みではなくて引き抜いたところなので細編みをしないで
最初の細編みに引き抜きます。これで細編みが3つ増えて、でカーブになりました。次も同じようにしていきます。今引き抜いたところ、でまた細編みを3つ増やしていきます。この範囲には細編み2つ増やして、ここではぐるっと回って最後に1つ、全部で3つ増えるようにします。鎖1つ、根元に細編みで、次はここに2つにしようと思います。バランスを見ながら適当な位置に増やしていきます。ここで細編みが1つ増えました。次は1つ、次も1つで、ここで2つにしようかと思います。でここは1つ、次からはここはまっすぐマーカーとマーカーの間は1つに1つずつ編んでいきます。ここまで編んでいきます。ここからスタートして2つ目のマーカーのところまで来ました。またこの範囲で細編みを3つ増やします。だいたい丸くしたいところ、カーブにしたいところに数を増やします。私は今回ここを2つ、ここを2つで、ここを2つと編んでいこうと思っています。ここを3つ増やして、ここをまっすぐで、またここまで編んでいきます。ぐるっと編んでマーカーのところまで来ました。マーカーのところにはすでに細編み1つ編んでいます。残りはこの細編み3つ、3つのどれかに細編み2つ、私はここを2つにしていきます。どこでも大丈夫です。まず1つ、ここを2つにして、次は1つ、これで1つ数が増えました。ここで1つ増えて、こっちで2つ増えているので全部で3つ、こっちも3つ増えています。でこんな感じで増やしていきます。今4周目、次は5周目、5周目も同じように1つ2つ3つと増やしていきます。で6周編む場合も同じです。これを続けていきます。5周目の終わりまで来ました。また足元の細編み4つあるうちのどれかに細編みを2つ、ここに2つ入れていきたいと思います。どこでも大丈夫です。でそれ以降は1つずつ、これで増えました。でここは引き抜いたところ、最初の細編みに引き抜きます。これで5周が終わって楕円形の底が出来上がりました。
私は5周なんですが、6周必要な方は6周とか、もっと必要な方は何周も編んでいってください。長さは約7センチで、鎖32で編んだ場合はだいたい30センチぐらいになります。次はこの側面を編んでいきます。ここまでが底で、ここが側面になります。これはもっと細編みを多くしても大丈夫です。で、そこが終わったら、私の場合は側面を5周編んでいきます。マーカーはもう必要ないので、こっちが裏でこっちが表、こう編んでいきます。細編みを編むので、鎖を1つ、根元に細編みで、見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけます。次も細編み1つ、このまま1つに1つの細編みでぐるっと1周編んでいきます。側面の1周目を編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は同じように2周目、鎖1つ、細編み、次も1つに1つの細編み、このまま1つに1つの細編みで1周します。1周したらまた引き抜いて、で細編み、また引き抜いて細編み、必要な分だけ細編みを編んでいきます。高さは好きにします。好みの高さまで側面を編んだら、次は模様編みをしていきます。さっきまでここら辺に映っていた模様編みは今ちょっとほどいて編み直してきました。さっきまではここに長編みがなかったんですが、ここに1本長編みをプラスすると、この透かしの丸い模様が綺麗にはっきり見えるので、この編み方に変更して編んでいきたいと思っています。で、こっちも同じ細編み5つでできているので、こっちもこのままで大丈夫です。で、これから編むこの模様編みは、この倍数に今ちょうどなっていなくても、この部分とかでちょっと模様が増える感じで、目を増やした感じで編んでいくと大丈夫です。厳密に数を合わせなくても大丈夫です。まず鎖を5つ、1、2、3、4、5。次は足元2つ飛ばして3つ目に長編み。ここは鎖の根元、この隣から数えます。1、2、2つ飛ばして3つ目に長編み。絡めて1、2、3。これでちょっと大きめの四角が1つ。次は長編み2つ。こことここに長編みをします。長編み、次も長編み。これで長編みが3つ。次はまた四角、鎖を2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。
これで鎖2つのちょっと大きい四角、次また長編み3つ、これが1つ目、次は2つ目、これで長編み3つ、また四角を作ります。鎖2つ、1、2、3で、長編みは3つにします。こんな感じで編んでいきます。長編み3つの次は四角、足元1、2、3で、これを繰り返して1周編んでいきます。模様編み1周目の終わりまで来ました。もしこの細編みの数がこの倍数になっていなくて、で模様編みがちょうど合わないときは、この脇のここら辺でこの2つ飛ばした細編みの数を1つ飛ばして、この模様編みの数をちょっと増やすと大丈夫です。こう縮めるのではなくて増やすと自然な感じで増やすことができます。で今長編み3つ編んだところ、次も今までと同じように鎖2つ、長編み3つの次に鎖2つ、足元2つ飛ばして長編み1、2、3、今までと同じです。で長編み、次も長編み、足元を見ると細編みが1つ残っています。ここは引き抜いたところで細編みではないので編みません。ここに長編みで、この鎖の下から3つ目に引き抜きます。1、2、3で、この時針を入れる位置はこっちが2本、こっちが1本、この位置に針を入れます。で引き抜きます。でこの鎖3つは長編み1つの代わりなので、ここには長編み3つ分できました。ここと揃っています。次はこの四角に扇形、長編み4つの扇形を作ります。でこの四角の中から糸を出して、ここから長編みを始めます。なので今糸が出ているところをここに移動させます。このまま四角、糸を出してきて、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。ここから鎖を3つ、1、2、3、四角に長編みを1つで、長編み鎖を1つ、同じ四角に長編みを2つ、こんな感じの扇形を作っていきます。長編み1つの代わりの鎖3つ、長編み鎖1つ、長編み2つ、これを繰り返していきます。次の四角、長編みを編んでいきます。
次も長編み、長編み2つ、鎖1つ、長編み2つ、長編み2つ、鎖1つ、長編み2つ。次も同じように長編み4つの扇形を繰り返します。鎖1つ、次も四角に扇形、これを繰り返していきます。で次も四角に扇形、次も四角に扇形、これで一周します。扇形を編んで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これでつながりました。この2周を繰り返していきます。次はここを編んでいくんですが、針を入れるところがちょっと違うので編んでいきます。で次はこの長編みの2つ目、ここが1つ目、ここが2つ目、ここから長編みをしていきます。今鎖が出ているところ、ここからスタートします。でさっきと同じように糸を移動させます。このまま次の長編み、糸を出してかぶせるようにして引き抜きます。これで糸が移動しました。ここに長編みの代わりの鎖を3つ、1、2、3。次はこの鎖の下、このスリットに長編みを1つ、ここ長編み、次はこの長編みの上、ここに長編み、これで長編み3つ分。次は鎖を2つ、1、2、ここの鎖2つと同じように鎖2つ四角を作ります。で次はまたこの2つ目の長編み、ここに長編みを作ります。次はスリット、次はこの長編み、これで長編み3つ。次はまた鎖2つで四角を作ります。1、2でこの1、2、2本目、スリット、次でこんな感じで編んでいきます。鎖2つでこことこことここ、でこれを繰り返して一周します。
編んでいきます。長編み3つずつ編んできました。最後も四角を作ります。鎖2つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3で引き抜いて、で最後も四角ができました。次はここと同じように編んでいきます。次はこの四角から糸を出して扇形を作っていきます。ここから糸を出したいので糸を移動します。このまま隣の長編みの上、次もこのままこの長編みの上、でもう一つこの四角の中、これで四角から糸が出ました。扇形を作っていきます。鎖を3つ、3、長編み、鎖、長編み、これで扇形、次も今までと同じように編んでいきます。でこれで1周します。で1周編んだらまた四角を作っていきます。これを繰り返して好みの高さになるまで編んでいきます。模様編みを14周編んできました。長さはそこから測って約27センチ。これは好みの長さにします。ただ使う時には伸びるので、それも含めて長さを決めます。今長編み4つの扇形、次に四角を作ります。最後の四角はこの今まで長編みだった分をちょっと短くして中長編みと細編みと中長編みでちょっと短めの四角を作っていきます。で今糸が出ているところ、今までこことこことここに長編みを編んできました。最後はここに中長編み、細編み、中長編みと編んでいきます。まずここからスタートしたいので隣に糸を移動させます。ここに中長編み、中長編みの代わりの鎖を2つ、ちょっと分かりにくくなるので下から2つ目にマーカーをつけました。次はスリットに細編み、細編み、次はここ中長編み、これで鎖2つ、細編み、中長編み、次は鎖2つ、これは今までと同じです。次また中長編み、細編み、中長編み、スリットに細編みで中長編みで、こんな感じの四角を作っていきます。また鎖2つでこことこことここ
中長編み、細編み、中長編み、で鎖2つで四角を作ります。中長編み、細編み、中長編み。鎖2つ、次また中長編み、細編み、中長編み。これで1周します。1周編んできました。今中長編み、細編み、中長編みのところ、また四角を作ります。鎖を2つ、最初の鎖の下から2つ目、ここに引き抜きます。これで四角ができました。次はここに細編みで1周します。まずこの鎖2つの上、次は細編みの上、次はこの中長編みの上、鎖2つの上には細編み2つと繰り返して編んでいきます。まず鎖を1つ、根元に細編み、これが1つ目。後で見分けにくくなりそうな場合はマーカーをつけておきます。次はこの細編みの上、ちょっと小さくなっていると思うんですが、この細編みの上、次はこの中長編みの上、次はこの鎖の下に針を入れて細編みもう一つ、これで鎖の下に細編み2つ、次またこの中長編みの上、細編みの上、中長編みの上、で鎖の下は細編み2つ、こんな感じで細編みで1周します。次はここ、ここ、ここ、で次またここ、ここ、ここで鎖の下に針を入れて細編み2つ、これで1周します。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。でここで糸を切ります。続けて編んでいってもいいんですが、ハンドルを作るときにちょっと邪魔になるので、ここで一旦糸を切って、またこの脇から始めていこうと思います。ここで一旦糸を切ります。鎖一つを編むようにして糸を切ります。でこれを引き締めます。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。このハンドルをつける位置の決め方は、まずペタンと折ってこの脇を決めます。こっちも
ペタンと折って、でそれからこの間とこの間を数えて揃えます。こっちとこっちが同じ数になるようにします。でマーカーの次から数えていきます。2、4、5と数えていきます。数を数えてこっち側とこっち側同じ数にしました。次はこの幅を3つに分けます。大体で大丈夫なんですが、今回私は横幅30センチぐらいになっているので、こんな感じでマーカーをつけてみます。で、これを目安にして、ここに肩や腕が通るか、それと好みのバランス。私はちょっとこの真ん中が広めの方が好みなので、ちょっとだけずらして、で好みのバランスにしていきます。次はこの白いところとブルーの方、この幅を数えて同じ数にします。こことここ同じ。反対側も同じようにマーカーをつけていきます。これでマーカーがつきました。次は新しい糸で細編み、鎖、細編み、鎖と編んでいきます。で、新しい糸で編みたいので、一回結び目を作っておきます。これを引き出して編んでいくとやりやすいと思います。で、始めるのはこの脇ぐらいから、目立たなそうなところから始めていきます。で、新しい糸を引き出して鎖を一つ、細編みをしていきます。鎖の根元に細編み、糸端は編みくるんでいきます。細編み、次も細編み、次もこのままマーカーの手前まで細編みをしていきます。で、ここまで編んでいきます。で、この手前が結び目を作ったところ、ここが一つ、ちょっと分かりにくくなっていると思うんですが、これで一つ、これで一つで編んでいきます。編んでいきます。細編みを編んできて、マーカーの手前まで編んできました。マーカーのところにも細編みを一つ、ここから鎖を編んでいきます。鎖の長さの決め方なんですが、だいたい鎖を40センチぐらい編んで、それを肩に当ててみて、で好みの長さに調節します。だいたい鎖を編んでみて当ててみた方がイメージしやすいと思います。だいたいこれぐらい編んでから、もっと長くした方がいい場合や短くした方がいい場合で、好みの長さにします。で、それと使う時にはこの編み目が落ち着くまではちょっと伸びるので、それも含めて好みの長さにしていきます。で、鎖を編んでいきます。まず一つ目の鎖にマーカーをつけます。表でも裏でも大丈夫です。で、私は裏につけておきます。これで一つ目の鎖にマーカーがつきました。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んで、だいたい40センチぐらいまで編んでいきます。鎖編みをしてきました。
私は長さ約38センチにしました。使うときにちょっと伸びるのと、あと短めが好みなので38センチにしました。ちなみに鎖の数は約47個。次は細編みでつなぎます。まずねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。この最後の鎖、表でも裏でも大丈夫です。これで鎖の最初と最後にマーカーがつきました。次は細編みでつなぎます。このマーカーのついているところ、手前から向こうに針を入れます。で、こっちが鎖、こっちが長い糸、細編みでつなぎます。で、細編み、これでつながりました。次から細編みをしていきます。隣にも細編み、次も、でこのまま細編みを続けます。反対側も同じようにマーカーのところまで細編みをして鎖を編んでいきます。同じ長さまで鎖を編んで、ここで細編みでつなぎます。で、また細編みを編んで最初の細編みに引き抜きます。で、また細編み、今度はこの鎖の出ている手前の手前、ここまで細編みをしていきます。もう一方の鎖を編んで細編みを編んで、鎖の出ている細編みの手前の手前まで編んできました。足元を見ると、ここに普通の細編み、ここが鎖の出ている細編み、次はここをこういう形にしたいので、こことこことここで減ら締めをします。こことこことここ、まずここに針を入れて細編みの途中、細編みの途中を編んで一度に引き抜いてカーブを作っていきます。まずここ糸を出します。次、この鎖の出ている細編み、ここにも針を入れて糸を出します。次はこの一つ目の鎖、マーカーをつけています。この鎖の上に細編みを編んでいくんですが、表でも裏でも大丈夫です。私は裏から糸を出していきます。マーカーを外して、この鎖に針を入れて糸を引き出します。これで3本糸を出してきました。今針にかかっているのは4本。これを一度に引き抜いて数を減らします。これが減らし目で、今減らしたところにマーカーをつけておきます。ちょっと引き締めてマーカーをつけておきます。今減らしたところ、次からは一つの鎖に一つずつ細編みを編んでいきます。今糸を引き出したところ、ここに細編みをします。小さくなっていると思います。表でも裏でも大丈夫です。で、細編み、次も細編み、で次も細編み、このまま
細編みをして反対側の付け根まで、このマーカーをつけた鎖の手前まで、ここまで細編みをしていきます。細編みを続けて反対側の付け根まで来ました。次はこことこことここで数を減らしてカーブを作ります。今このマーカーの手前、次はマーカーのついた鎖と鎖の出ている細編みとこの普通の細編み、この3つから糸を出して一度に引き抜いて数を減らします。まずマーカーのついている鎖、細編みの途中までを編むようにして糸を出します。次は鎖の出ている細編み、次はその隣、一度に引き抜いて数を減らしてカーブを作りました。次からまた一つに一つずつ、次も細編み、次も細編みで反対側も同じように編んでいきます。ここで数を減らします。こことこことここで細編みをして、またこのマーカーのついたこの鎖とこことここで数を減らしてカーブを作ります。で意外と太さが出たので次もう一周編もうかと思ったんですが、やめてこのマーカーが必要なくなったので外しておきます。もう一周編む場合は今マーカーのついていたところとこの前後、こことこことここで数を減らして編んでいきます。今回はこの一周で終わりにするのでマーカーは外しておきます。でこのまま細編みを編んで、最初の細編みに引き抜かないで針で糸始末をします。それが終わったら今度はこっちではなくて内側から細編みで一周します。この方が安定するのでした方が使いやすいと思います。細編みで一周してきました。最後はとじ針で始末します。とじ針で始末するのでちょっと長めに糸を切ります。最後の細編みから糸を抜いてこれが最初の細編み。この隣に針を入れます。端から1、2、手前から向こうに針を入れて最後の細編み、上から針を入れます。で後ろのこの細編みの後ろを一緒に通しておきます。これが一つに見えるように引き締めます。でここに細編みの盛り上がったところがあるので、ここに針を通して目立たないようにしていきます。
これがほどけないように行ったり来たりするとしっかりと止まります。これで糸始末ができました。で、今回この大きなとじ針があったんですが、この穴が小さい場合、糸が通らないので、このかぎ針で通していきます。ちょっと長めに糸を切って、でまた引き抜いて、さっきと同じルートを通って、でかぎ針で誘導する感じでつないでいきます。これが最初の細編み、これが2つ目。ここにこんな感じで糸を通したいので、反対側から針を入れて糸を通します。で、次はここに糸を通したいので、反対側から最後の細編みに下から針を通したら、糸をかけて後ろに導きます。で、あとは裏で隠します。さっきと同じように裏で糸を通してしっかりと留めます。こんな感じにつながりました。次はハンドルの内側を細編みで一周します。こんな感じになります。内側を細編みで一周するとしっかりするので一手間かかるんですが、内側を細編みで編んでいきたいと思います。細編みで一つ一つ編んでいくんですが、ここをカーブにしたいので、まずこことこことここを一つにします。こっちもこことこことここを一つにします。あとは一つに一つずつで、ここぐらいからスタートするとやりやすいと思います。新しい糸を出してきて鎖を一つで、根元に細編みをしていきます。で、この糸端はちょっと引っ張ってから編みくるんでいきます。で、この時の細編みはこの部分はちょっときつめ、ここは普通、ここが伸びるとちょっと見た目が良くないので、ここはきつめに編んでいきます。ここは普通、ちょっと引き締めてから細編みを編んでいきます。隣も細編み、次も細編み、で次もで、次はこことこことここで一つにします。まずこの細編み、針を入れて糸を出します。次はここ、次はここの端、この端の細編みに針を入れます。ここは針が入れにくくなっていると思います。こっち側が2本になるように針を入れました。で、引き抜いて、今4本
これを一度に引き抜きます。これでこの分の数があえてカーブができました。ここから一つに一つずつ。まずここの端、この2本をすくっていきます。で、次はここ。次はここ。次はここ。と、全部一つに一つの細編みをしていきます。で、ここまで編んでいきます。反対側まで来ました。今、足元を見ると、この細編みの端に細編みをしています。次は、この細編みの端から糸を出します。この端、糸を出します。次は、この角になっているところ、ここから糸を出します。次は、この細編み、ここに針を入れて、糸を出します。これを一度に引き抜いて、数を減らします。こんな感じでカーブができました。次からは一つずつ。次の細編み。で、次も細編みと編んでいって、この編み始めたところ、ここまで少しきつめに細編みを編んでいきます。ここまで編んだら、さっきと同じように針で糸始末をしていきます。で、糸始末が終わったら出来上がりです。こんな感じに出来上がりました。そこは30センチの7センチとちょっと広くてたくさん物が入ると思います。で、横幅30センチと29センチ。ちょうど使いやすいサイズになっています。で、この模様編みもドットになっていてとても可愛く出来上がりました。ちょうどこの季節の変わり目なんかに使いやすいと思います。ストラップは今37センチ。今はちょっと短めなんですが、2、3回使うとちょっと伸びて使いやすい長さになると思います。で、内側を細編みで一周したのでしっかりとしました。サイズは29センチの30センチ。そこは30センチの7センチ。ストラップは37センチ。使った糸は 210g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。